皆さんこんにちは。今日はですねまた素晴らしく綺麗な朝なんですけれども、2月の終わり頃ということで、今年は結構寒波が何回か来てすっごい大雪になりましたね。非常に大変な1年だったかな冬だったかなと思うんですけれども、その寒波のおそらくこの冬の最後の寒波なのかなというところなので、その最終日にちょっと来ています。もちろんこの後もまたあるとは思うんですけど、3月に入ってからもでも多分ピークはここじゃないかなというところで今日はのんびりと撮影をしていきたいと思います。結構この冬は大雪にフォーカスを当てていて、そういった日に撮影にかなり出ていたんですけれども、ちょっと今取り組んでいる作品集がそういったコンセプトになっていますので、またちょっとそういったものも完成したらお知らせできればなと思います。じゃあちょっとこの辺りすごく綺麗な雪原と木々たちがその霧の世界、雪の世界に佇んでいるところ、最初はそういったシンプルなものをですね撮っていきたいなと思います。この後も雪はどんどん降ってきますので、ちょっとそういったものに合わせながらいろいろと撮っていければなと思うんですけれども、じゃあ、撮影しながらどんどん移動していきたいと思います。ということで今日一番最初に撮れる写真たちはこんな感じです。こういった大雪の日がすごく好きなんですけれども、今回の冬の動画も結構大雪の日が多かったんですけれども、やっぱりこの雪がすごい日っていうのは景色ももちろんシンプルになって綺麗っていうのもあるんですけど、結構その音が心地いいなっていうので、自分はかなりこういう日が好きですね。本当はこの辺りって重機の音がしていたりとか、踏切の音があったりとか、車が走っていたりとか、結構生活音があるんですけれども、肉眼で見てるときっとうるさいだろうなっていうところが、この雪のおかげですごく吸収されて静かに聞こえる、そのギャップがすごく心地いいんですよね。今取り組んでいるその大雪の作品集っていうのは、そういった音っていうか写真からそういった環境音みたいな静けさを感じてもらえればなというふうに思うので、そういったものも作品集の中に入れていきたいなと思っています。今こんな感じでちょっと木々たちもあったりとか、本当モノクロの世界なんだけど少しすすきもあったりするので、そういった黄色の色彩を織り交ぜてあげると結構アクセントにもなってすごく綺麗なので、最初の頃はかなりいっぱいあったんですけども、冬の終わりということで少なくはなってるんですが、そういったちょっと寂しい雰囲気プラス、ちょっと色彩的な美しさも入れ込みながらやっていきたいと思います。またかなり吹雪いてきて視界も不良なんですけれども、本当に貴重な一日だと思いますので、引き続き撮影していきたいと思います。ということでこちらで撮れる写真はこんな感じです。今度はですねちょっと広い畑になるんですけれども、もちろん雪が覆っているのでもうフラットな雪面になってるんですが、若干斜めな起伏がありますね。そしてこの辺り綺麗なのはやっぱ杉の木とかカラマツとかそういったものがあるんですけれども、杉っていうとやっぱり標高の高いところっていうよりは標高の低い里山とか里にあるような樹木になるんですけれども、そういったものもやっぱ冬になるとすごい綺麗だなっていうところで入れております。あとは結構好きなのが右にあるちょっとボロい掘ったて小屋ですかね。畑なのでそういった農機具小屋というか、そういったものがすごく綺麗ですね。本当雪深いところなので、屋根にたくさん雪が乗っかって
もうだいぶ地面に落ちてるようなね感じもあるんですけれども、まだまだね上にたくさん乗っかっている、雪国の姿かなという感じなので、それを含めてちょっとね撮っていきたいなと思います。さっきはスポット的に晴れ間がね差してですね、巡光で光が当たってすごく綺麗で、時折こう流れてくる雲の影がねこの雪面に映し出されてね、それはそれで良かったんですけど、またこんな感じで、雪が降ってきたので、ちょっといろんなパターンでね撮れたらいいかなと思います。本当に居心地のいい場所ですね。座ってここでぼーっとしてるだけでなんかこう幸せになりますね。最高です。じゃあちょっとここを撮影したらね、少し山の上に登ったりとかしながら、行きたいかなと思います。いや最高ということで、こちらで撮れる写真はこんな感じです。ちょっとね山の上までね登ってきてるんですけれども、かなり今日は雪が深くてですね、スキー板を履いてるんですけど3、40センチ、一歩ずつ埋まっていくという感じでね、それですくい上げる時の雪がまた結構重くて、これから気温がどんどんね上がっていくので湿雪になっていってねかなり重いですね。ちょっとこの辺りはすごく綺麗なミズナラの木がねあるんですけれども、たくさんあるんだけれども、ちょっとねこの、起伏がある斜面のところにね頭を出しているミズナラの木々たちをねちょっと撮っていきたいと思います。少し頭を出しているように見えるんだけど、実際はかなりね雪が、降っていますので、それによってね、本当にこの胸の部分まで雪が埋まっているような感じというか、で手前のこの雪面の、白さとね後ろの白さってまたちょっと違いますので、そういったところの違いの中にこの木々たちをね、入れていくような感じでやっていきたいと思います。で構図的には少し横長にして、この手前の1本あるねミズナラの木、そして右奥そして左奥に続いていくように、そういったところをね、入れ込めたらいいかなと思います。少し青空もね見えてきたので、モノトーンなものとちょっと色が入ったものをどちらもね撮っていきたいと思います。この辺りはねこんな感じでミズナラの木がすごく多いので、大きいものもあったりするので、そういったものを撮りながらシンプルに、撮っていきたいなというふうに思います。さっきまですごい吹雪いてたんですけど、ちょっとだけ、収まりましたね。ただ風は強いですね。もう超綺麗ということで、こちらで撮れる写真はこんな感じです。またこんな感じでねかなり雪がね降ってきましたね。今日は本当に慌ただしい日で、雪が降って晴れてまた雪が降って晴れてまた雪が降ってっていう感じで、本当に寒波らしいね、天気だったかなと思うんですけれども、きっと少しずつ春にね向かっていきますので、そういった春を感じられるような撮影もねこれからしていきたいなと思います。で最後はねちょっとこうまた標高を下げて、杉の木があるようなねところなんですけれども、杉の木とか柳の木とかねそういったものが一緒になっているようなところで、風が結構ね吹いたりするとこの杉の木についた雪の塊が砕けて舞うんですけれども、それもまたすごく雰囲気があるというか、この大雪らしいね、瞬間でもあるので、そういったものを含めてちょっとね最後は撮りたいかなと思います。やっぱこう杉の木っていうと結構嫌悪感があったりとかね、花粉とかのイメージがあったりとか人工林とかねそういうイメージもあるんですけど、なんというかこの里にあるっていうものですかね、こう原生林とかそういったものとはまたちょっと違うんですけれども、少しその人間社会の、その中間にあるというか、そういったものも感じさせてくれる樹木なのかなと思うので、今年は結構ねこの冬は結構
撮影をしてきたんですけれども、そういった日本らしいというかね、そういうものも最後にちょっと、撮影していけたらなと思います。いよいよ春ということでね、また新緑シーズンも始まってくるかなというところなんですけど、桜とかとても楽しみですね。じゃあこれで最後のね写真たちを持って終わりたいかなと思うんですけれども、この大雪をテーマにして撮ったね作品集ですね、そういったものをまた完成しましたらまた告知をさせていただければなと思うので、ぜひ楽しみにしていただければなと思います。はい、ということで今回の動画は以上になります。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いいたしましょう。それではまた。